今日はスペイン・バルセロナの港に来ています。今からこのクルーズ船コスタファボローザに乗船します。今回はここバルセロナから出港して、翌日の朝にイタリアのサボーナに寄港し、その翌日にフランスのマルセイユに寄港してから、4日目の朝にバルセロナに戻ってくる3泊4日の日程です。まずは港でのチェックイン後に、船内での支払いなどに利用するコスタカードを受け取りました。乗船後、まずはカードの使い方や避難経路などの説明を聞きます。カードの裏には避難出口や夕食時間などが印字されていました。夕食は決められた時間に指定のレストランに行くみたいです。コスタカードと自分のクレカをこの機械で紐付けすると、カードで船内の支払いができるようになります。避難場所を実際に確認したら説明会は終了です。船内はちょっとレトロ感があるデザインです。この船の模型が飾ってありました。乗客定員は3700人くらいだそうです。出港まで時間があるので船のデッキ部分を散策してみました。この日はあまり天気が良くなかったです。船内のレストランに昼食を食べに来ました。ランチタイムはビュッフェ形式になっています。客室エリアに来ました。乗船前に預けたスーツケースは部屋の前に配達されています。廊下の内装はなぜか日本っぽかったです。部屋の中はこんな感じです。クルーズを予約するときに部屋の種類を選べるので、バルコニー付きの部屋にしてみました。船内なので狭いのかなと思っていましたが、日本のビジネスホテルより全然広かったです。バスルームチェック。シャワーエリアは小さめです。シャワーの水圧チェック。全く問題なしです。いよいよ出港です。前に停泊しているのはコスタの別の船コスタトスカーナで、コスタクルーズで最大級の大きさの船らしいです。出港後はしばらく海を眺めていましたが、夜の海は完全に漆黒です。万が一落ちたことを考えると普通に怖いです。初日は船の揺れを結構感じたのでちょっと気持ち悪かったんですが、2日目以降は慣れたのか全く気にならなくなりました。夕食まで時間があるのでカジノを散策しに来ました。ルーレットやスロットなどいろいろ置いてあります。営業時間外は無人です。存在感のあるスーパースモーキャットホワイトの像。日本人アーティストの作品でした。
疲れたのでちょっと休憩します。ドリンクメニューは QR コードからスマホで確認します。ドリンクはクルーズ料金に含まれていないので、飲み放題にしたい場合はドリンクパッケージを購入する必要があります。今回私が購入したマイドリンクスパッケージだと、黄色の丸がついているものが飲み放題の対象です。夕食の時間になりました。夕食のメニューも QR コードから確認します。船がすごい揺れてます。夕食のメニューは日替わりで、スターター、メイン、デザートからそれぞれ選べますが、どれか一皿だけ頼んでも OK でした。この日食べたのはこんな感じです。メニュー名を忘れましたが全部美味しかったです。乗船して2日目の朝です。本日も曇りです。朝食はビュッフェ形式です。イタリアのサボーナに到着しました。早速街を散策します。近くに要塞があったので入ってみました。こちらは別の動画にしています。疲れたのでジェラートで休憩です。特に行き先は決めずに市街地を歩きました。お腹が空いたので港近くのピザ屋さんに来ました。めちゃくちゃ種類があります。生地が薄めなので一人で1枚完食できました。スーパーによってイタリアっぽい食材を買ってきました。そろそろ船に戻ります。船内でおやつタイムがあったのでエクレアなどを食べました。日によっては夜中でもおやつが食べられるみたいです。夕食までまだ時間があるのでまったりしています。船内にバーはいくつもあったんですが、ここはあまり人がいなくて穴場でした。2日目の夕食タイム。ちなみに夕食の座席位置は決まっていて毎晩同じ場所です。3日目、フランスのマルセイユに到着しました。朝食ビュッフェの内容は昨日と同じです。マルセイユ中心部は港から遠いので、無料のシャトルバスを利用します。バスの待ち時間なども含めて1時間くらいで中心部に到着しました。ストライプ模様が珍しいマルセイユ大聖堂。今日はボートに乗って孤島に行きたいので、クルーズ船が停泊している場所とは別の港に向かっています。港に着きました。ボートに乗ってシャトーディフに向かいます。
シャトーディフの中は別の動画にしています。マルセイユの港に戻ってきました。船に戻る時間を考えるとあまり余裕がなさそうだったので、遅めの昼食はマックにしました。マルセイユといえば石鹸が有名なので、石鹸や石鹸置きなどを買ってきました。ユニコーンが可愛いです。マルセイユを出港してバルセロナに戻ります。船で過ごすのは今夜が最後なので船内をうろうろしています。いろんな場所でライブ演奏が行われていました。船内最後の夕食です。4日目の朝です。バルセロナに到着しました。今日も朝食の内容は同じですが種類豊富だったので飽きなかったです。というわけで3泊4日のクルーズ旅は大満足でした。最後に今回のクルーズ料金についてですが、私が宿泊したバルコニーキャビンは541ユーロ、約8万6,000円で、別途購入したドリンクパッケージは 89.46 ユーロ、約1万6,550円です。ドリンクパッケージの種類はすごくいっぱいあったので、購入するときは中身と値段のバランスを確認した方が良さそうです。その他個人的に気になったのはインターネットに関してで、船が海上に出るとスマホは全くつながらなくなるので、船上でもスマホを使いたい場合はパッケージを買うか、クルーズ用 SIM などを自分で準備する必要があります。ネットパッケージもいくつか種類がありますが、どれも割高に感じたので私は自分で SIM を手配しました。あとはホテルなどと違って、クルーズはかなり前から予約するのが一般的みたいです。クルーズ旅は朝起きたら目的地に到着しているのがとにかく快適でした。値段の幅も大きいので自分に合ったものが選べるし、行き先や日程も豊富なのでまた機会があればぜひ乗りたいです。